それではただいまから宮田先生の受賞記念講演を始めたいと思います。恒例でありますので、ご講演の前に宮田先生のご紹介をしたいと思います。宮田先生は1983年大阪大学理学部生物学科をご卒業されました。1988年大阪大学の大学院理学研究科博士後期課程を修了されまして、学位理学博士を取得されたわけであります。生理学コースを履修されたというようなお話であります。1988年大阪市立大学理学部生物学科の助手になられまして、95年には講師に昇進されております。97年の6月から9月にかけてウィーンの獣医科大学細菌学研究所にビジティングサイエンティストとしてご留学されまして、この時からマイコプラズマの接着と滑走運動を研究されたということであります。1998年に大阪市立大学大学院理学研究科の助教授に昇進されておりますし、2000年の3月から2001年3月まで、米国ローランド科学研究所およびハーバード大学のこれもビジティングサイエンティストとしてご留学されております。2006年には大阪市立大学大学院理学研究科の教授、現在の、生物地球系専攻講座ですかね、この教授で現在に至っておるわけであります。業績としましては、皆さんよくご存知のように素晴らしいクオリティの高い、ジャーナル・オブ・バクテリオロジー、プロナス、カレント・マイクロバイオロジー、マイクロバイオロジー等々42編のオリジナルアーティクルを発表されておりますし、アニュアル・レビュー・オブ・マイクロバイオロジーとかトレンズ・イン・マイクロバイオロジーなどの英文のレビューを7編執筆されております。会員の先生方全員ご存知だと思うんですけれども、マイコプラズマモビーレの滑走運動のそのメカニズムですね、これを視覚的にもかつ分子遺伝的にも詳細にこの研究を進められたということであります。また近年ではマイコプラズマニューモニアとかマイコプラズマガリゼプティカム、こういった他のマイコプラズマ種の滑走運動にも研究を広めて、活躍されております。IOM の中堅の研究者に授与されるデリック・エドワード賞を1998年に受賞されております。それでは先生、これまでの先生のですね研究のまとめということで、非常に面白い画像で綴る24年マイコプラズマ研究で分かったことという、こういう非常に興味深いテーマでご講演をお願いしたいと思います。どうかよろしくお願いします。神谷先生、どうもご紹介いただきありがとうございます。そして北本賞をいただいて学会の、理事の先生方、そして学会の、すべての学会員の先生方に感謝いたします。どうもありがとうございます。すいません、ありがとうございますって書いたらもうおしまいみたいな感じですけど忘れないうちに最初に言っておこうと思って、これは2000じゃないです10年ぐらい前に大阪で日本マイコプラズマ学会をした時の、理事の先生方で一緒に写真を撮った、写真です。でここに、私の前の教授の福村教授がおられて、で、若い方はもうご存じないかなと思ってわざわざ持ってきたんですけど、この方が北本先生です。北本先生は東大の、医学部の教授であられて、で僕が初めて日本マイコプラズマ学会に来た時にはもう先生も大学教授も体感しておられて、どちらかというと静かな方だったんですけど、お話に聞くと現役の時はとってもアクティブな方だったらしくって、そうですね。でよく僕北本先生で覚えているのは学会に来ると皆さん北本先生をすごく大事にされるんですけども、で北本先生はちょっと耳がちょっと
聞こえない時があって、で大概毎年やるのは懇親会の時なんですね。で懇親会の時に皆さんこういろいろその時の年会長の方がお話をされて、では最後に北本先生乾杯の温度をどうぞって言われると、北本先生は何も言われないです。そしてなんとなくみんながあれ北本先生はどうなったんだろうっておられないんだろうかと思ってしばらくしてると誰かが北本先生言ったら、私はちょっと耳が遠いもんでって言って言われて、でそれで大概北本先生の乾杯の温度でパーティーは始まってました。それで、今からお話しするのはいつもちょっと必死になってこの学会で伝えようと思って詰め詰めにお話をするので、今日はそうじゃなくってせっかく受賞講演ということで少し時間もいただいたのでちょっとゆっくりめにお話ししてみようかなと思って、それで前半は必ずしも研究の話をしないで、面白い画像ばっかり並べてきました。家でアルバムを漁っていろいろスキャンしてきました。それで今からのお話ですけども、ここに書いたように、面白い画像24年分をちょっとみんなで皆さんと一緒に見てみようと思います。それでその次にユニークな生態運動っていうふうに私はいつも呼んでるんですけども、そういえば日本マイコプラズマ学会で何がユニークっていうふうなお話をしたことがなかったなと思って、少しだけそのことについて触れたいと思います。それでメカニズム、ちょっと研究の話をします。でつい最近まではマイコプラズマを研究してるっていうとそれは舞妓さんの関係ですかってよく言われたんです。で多分ここにおられる先生方みんなそうだと思うんですけども、ところが最近はそう言われなくなってマイコプラズマの研究してますって言ったら、娘がかかったとか友達がかかったとか私がかかったとかって言われるので、いや舞妓といっても舞妓さんとはって言わなくてよくなったんです。でもあんまり言われるからマイコプラズマ舞妓さんをロゴに使ったりするようになりました。それで面白い画像24年です。でこれどこが面白いんかというと何も面白くなくて、これはすごく真面目な、ビデオです。でこれはベールっていうこのモータータンパク質の大化が作られたこれも10年ぐらい前ですけども、骨格筋のミオシンが ATP を下水分解して、そしてこのアクチンの繊維を手繰って筋収縮が起こるっていうのを今の理解も大体これで全部合ってるんですけども、その当時の最先端の、メカニズムの理解と、筋肉の構造の理解をもとに作られたビデオです。それで何が言いたいかというと、私は1988年に、大阪大学理学部生物学科で学位をいただいたんですけども、その時までこのミオシンの ATP 下水分解の反応中間体の研究をしてました。でところが私が学位を取った頃はまだ立体構造も分かっていませんしもちろん遺伝学もできませんし、だからみんながやっていたのはその筋肉のウサギのミオシンをいっぱい取って、でそれをいろいろ生化学的に調べるんですけども、結局構造が分かってないもんですから、やっても水かけ論でこれをここにこういう化学修飾をかけたらこうなったとか、こういう ATP の穴を植えたらこうなったとか、そういうことを延々とただ繰り返していて、この研究はいつまで続けていてももうあかんのんじゃないかと思ってですね、でその時に世の中ですごく流行っていたのが、分子生物学でですね、分子生物学どんだけすごいねみたいな感じで、かくなる上はこのいつまでもこの拉致の開かないモータータンパク質はいいから、もっと新しい分子生物学みたいなものが出てくるようなことを知ってみたいもんだとずっと思ったんです。でそしてですね、その時になんか分子生物学ができそうな分野がいいなと思ってですね、それでたまたま私の、今の職場のですね教授の福村隆教授が、彼は、マイコプラズマで、彼の思惑は逆なんです。マイコプラズマを使って微生物の研究っていうとみんな分子生物学ばっかりやるから、マイコプラズマを使って生物物理学のできる人っていう条件で公募をしておられたんです。それで私は就職した一心でマイコプラズマって聞いたこともなかったんですけど、じゃあ私が要するに福村先生はマイコプラズマを使って
生物物理学的な実験をやって、そして生命の起源を解き明かすような研究をするんだっていうふうに言っておられて、だからイメージは多分オパーリンでしたっけ、そういうなんか電気をビリビリっとかけたらボンと生物になるとか、そういうようなことを、今で言ったらベンターインスティテュートみたいなもんですよね。そういうようなことを考えておられたんです。で、それでですね、私はなぜか運よく採用していただいて、今よりだいぶこれ若いですね。なんかしばらくぶりにこの昔の写真を見たらちょっと自分とは違う感じですけど、で、この時にこのちょっと今早いのツイッター気味にこうちょっとまとめてみました。ミオシン研究はもう難しいので新しい分野を探そうとこう思ってたわけです。それでですね、1988年にの4月に就職させていただいて、それで福村先生がいつも日本マイコプラズマ学会に来られていたので、私も行ってみようと思ってついて行ったんです。そしたらすごいですね、僕はさっきいつも理事会でアーカイブっていうのは結構この日本マイコプラズマ学会雑誌が好きなんですけども、それでアーカイブって言うわけなんです。それで1988年に初めて来て、でその時には山之内っていう有名な薬会社があって、そこがものすごい綺麗な研究所のミーティングスペースみたいなところがあってですね、でそこで土曜日の午前中か、あるいは午前中からちょっとはみ出したぐらいの時間をとって、毎年1年に1回ずつ日本マイコプラズマ学会をされてました。でそしてその時に行ったらその時の目次がこれです。でその時にはワークショップ4台っていうのがあって、僕はこの日のことを昨日のことのように覚えてます。いろんなことを昨日のことのように覚えていて、私のカレンダーは昨日ばっかりなんですけども、いいです。それで一番最初に出てこられたのがこの人が結構僕はその時に分子生物学に憧れてましたから、マイコプラズマのコドンが普通のコドンとは違うっていうことを全ての生き物で初めて明らかにされた武藤明教授がですね出てこられて話されたんです。で、すごい、武藤先生っていうのはこんな人かと思って私は思いました。でその次にですね出てこられたのが、これもさっきなんか40年ぶりは奇遇やというふうに言われましたけど、24年ぶりも結構奇遇ですね。ここに次に出てこられたのは原沢先生なんです。でこの時に原沢先生はここでワークショップでも出てるし、これは次のページはもうスキャンしてきませんでしたけども、どの発表もこの発表もみんな原沢先生で、原沢先生っていう方はどんなにすごいんだというふうにその時私は思いました。それでまだなんです。でその次にこの3番目のこの著者のこの方は、私がもともといたその筋肉のミオシンの中間体の研究室の奥さんの旦那なんですよ。私の研究室の先輩の旦那さんがこの人なんです。でもう知ってる人ばっかり、注目する人ばっかりです。はい。それね、あとここでね、で最初のセッションのこのワークショップが終わって出てきたら、なんかその人がものすごい面白い発表をされたんです。でね、この人の話はどんなことやったかっていうと、マイコプラズマの固形培地上における造形物っていう発表で、それは知ってる人は受けてますけど、若い先生方は知らない、この先生はですね大学の先生なんですけど、マイコプラズマを固形培地上に置いてずっと置いといたら、だんだん干からびてカビが生えて腐って変な形になって、でそれをマイコプラズマの進化だと思い込んでおられたんです。でそれで、ここで原沢先生出てこられて、でその次にそれで次に国立予防衛生研究所ですね、この時にすごい綺麗な若い先生が出てこられてですね、それが佐々木先生なんです。でそしてこっちの名前を見たら、この人ら夫婦なんやっていうふうに思って、夫婦で研究もされてすげえと思って、マイコプラズマ学会驚きのことばっかりやと思って感動しながら聞いてました。でこれがもうどれがコピースキャンしていこうと思ったら、やっぱりこれだろうと思って、この先生が発表されていたマイコプラズマがだんだん進化してカラスになるんですね。で最後カラスになって、ここにカラスが餌を食べてます、お腹で、消化してます、糞が出ましたっていうことを最後に言われて、で田浜先生っていうんですけど、ものすごい真顔で言われるから、どう見ても本当のようには聞こえないけど、いろいろな意味ですごいなと思って、私の感想は世の中にはいろんな学会があるんだと。私は生化学会と生物物理学会のみ行ってましたから、学会っていうのはいろんなパターンがあるんだと、多様性があるなということに気づきました。それでですね、まだあるんですね。去年
たくさんの先生方が IUMS に札幌の IUMS に行かれたと思うんですけども、多分 IUMS の感想は、第一の感想はたくさんお金払ってるのに食べ物何も出てこないだと思うんですよ。で第二の感想は、セッションはとても良かった素晴らしい偉い先生方がいっぱい来られて、みんな力を出してこう発表されてました。でそれはいいんです。でこの時に1990年に暑い夏の最中に、大阪の、グランキューブだったかなんか、ものすごい大阪の、ど真ん中でやりました。でそこに IUMS で行きました。でその時に僕のポスターのところにですね、私もこの間までマイコプラズマやってましたっていう人が来られて、でじゃあって話してたら、ここの学会のカメラマンの人が写真を写していったんですけど、この人が多分この人山本智子先生ですよね。ちょっと若くてわからないですけど、多分この名札を見ると山本って書いてあるような気がします。はい、それこの時の感想は、この学会は参加費が高いのに食べ物は何もないだったんです。でこの時の教訓を生かして去年は行けへんならよかったんですけど、まあいいです。それでなんだかんだ言って真面目に研究をしてですね、一応もう皆さんお忘れになったと思いますけど、私はマイコプラズマの DNA 複製のマイコプラズマカプリコロムの DNA 複製の、しかも DNA 複製開始の研究をやってました。でそれは、それはその福村先生が生命の起源みたいなことを研究してくださいって言われたので、生命の起源みたいなことっていうのは、それこそいろんな薬を入れてバシッて電気を与えて、そしたらバッとなんか生まれてくればいいんですけど、そういう研究をされてる方は当時いなくってですね、今から考えたらその路線でもよかったなと思うんですけど、ただその生命の起源とかそういうようなことは分子生物学の方がやられていて、そしてマイコプラズマで可能性があるんだったら分子生物学かなって、で DNA 複製かなと思ったんです。それで DNA 複製の研究をして、しました。で、手法はですね、ここにポスターがありますけど、手法は大腸菌で使われるような遺伝学が使えませんから、遺伝学を使わずに、生化学的なことをやって、要するに DNA 複製反応複製したプロダクトを丁寧に放射性同位体でラベルして丁寧に調べるとか、そういうようなことで DNA 複製はこういうパターンで起こっているということを研究してました。でこの時に、今年また IOM がフランスであって、あるんですけど、1994年にボルドーで IOM がありました。でこの時のことも私は昨日のことのように覚えています。それでその時にそれでお城のボルドーのどっかの古城に行くんですよ、古いお城ね。でその古いお城の地下がすごい大きいワインを作る、蔵になってて、そしてその横がすごいゴージャスなレストランになってるんですよ。でそしてフランス人は宴会が大好きですから、その宴会が名古屋の結婚式のようにですね、5時間か6時間ぐらいバンケットが続くんですよ。で次から次へとすごい見たこともないような、なんかまず手に入らないフォアグラとか、もうボルドーにから出ていかないすごいワインとかいうのが次から次へと出てきてですね、いやもう腹はいっぱいやし、酒はうまいし、でも眠いなと思ったら、最後にこのポスターの賞をあげるっていうふうに言われてですね、この時に初めて賞みたいなものをいただいたので、賞はありがたいなと思って、すごく嬉しい気持ちになりました。で嬉しい気持ちになって盾ももらってですね、その時にみんながよく見たら、これ便所って書いてますね。まあいいです。いい気持ちになってるところにみんなが写真を写してくれました。でこの時思ったのは、賞は嬉しいけど、いつまでも迷子研究やっていていいのだろうかというふうにちょっと思いました。その当時は、今でこそ、いろんなパターンでいろんな大研究はできると思ってるし、私は多分もうこのまま最後までマイコプラズマの先生だと思いますけど、やっぱり何というのか、特に分子生物学だとその当時の流れっていうのは、ウイルス、バクテリアのウイルス、バクテリオファージで研究をしてができてきて、そしてプラスミドでされて、で大腸菌でやって、そしてみんなじゃあ今度は酵母ができるぞ、で酵母をやったら今度はどっちが先か分かりませんけど、じゃあ線虫かなみたいな、線虫かなハエかな、そしてさらにいくのは動物細胞で、その次は人で、
マウスで最後はリアル人間だみたいな感じだったので、もうなんかこんなマイコプラズマなんてもう世間の流れの逆じゃないかと思って、そしてみんなに結構ね、分子生物学の人たちはみんな失礼ですから、あんたいつまでバクテリアやってんのとか、あんたそんなマイコプラズマの研究なんか何もおもろないで人生は終わるでみたいなことをみんなにはっきり言われるので、すごく不安になってました。でですね、ところがいろいろ考えているうちにDNA 複製の、それはね、流れで DNA 複製のバクテリアの DNA 複製の研究をしていた人たちがだんだん気づいたのは、バクテリアに細胞骨格があるっていうことなんです。でそれは今は明らかな事実となって、ものすごいたくさんのいい論文ができました。それでバクテリアに細胞骨格があるらしいなっていうことが分かって、だんだんみんなそれを調べてきて、そして不思議なことに真核生物だったら考えられないけど、バクテリアは境界が、研究分野の境界がすごくいい加減なんです。だからバクテリアで細胞骨格の研究をしたい、細胞骨格の研究っていうのはみんな DNA 複製の研究をしてた人たちがそっちに移ったんです、一部ね。それで日本の、岡崎夫妻が、岡崎礼二、岡崎恒子先生たちがおられて、要するに岡崎フラグメントですよね。 DNA 複製の、そしてしかもアーサー・コンバグは後でまた言いますけど、アーサー・コンバグは日本人が大好きなので、アーサー・コンバグの、ところの博士研究員および学生は日本人ばっかりなんです。だから日本はDNA 複製がすごい強かったんです。でそしたら DNA 複製の人たちがこのまま DNA 複製をやっていても将来はないから、僕がさっき言ったのと同じようなことですね。将来はないから、じゃあ真核生物酵母や人の DNA 複製をするか、マイコプラズマじゃないわ、大腸菌じゃない、ごめんなさい、 DNA 複製じゃない、なんか違う現象を探すか、どっちかしかないんです。でそして彼らが取ったのは、もっと違う生き物を研究し始めるか、あるいはバクテリアの細胞分裂やいろんな細胞の挙動を調べるっていうことをやり始めたんです。その時に私はぼーっと夏の暑い日にちょっと写真撮ってくるの忘れたんですけど、ASM から出てるマイコプラズマ、僕らがそのマイコプラズマの人たちはマイコプラズマゴールドブックっていうふうに、愛称で呼んでる本があるんです。1994年かなんかに出されたASM で出された言ってみたらその当時世界のマイコプラズマのオーソリティたちがみんなかなり頑張って書いた素晴らしいレビュー本があるんですけど、それをパラっと見ていたら、マイコプラズマは滑走運動をするっていう章があったんです。でその時に私はこれ嘘ちゃうかと思うぐらいびっくりしてですね。でなんでかっていうと、今後で言いますけど、バクテリアは基本的に今の世間の生物学者の常識っていうのは、なんか尻尾みたいなものが生えていて、その根元がイオンの駆動力でもってくるくる回って泳ぐなんです。それで真核生物はモータータンパク質、さっきお見せしたミオシンとかキネシンとかダイニンで ATP を加水分解してモーターの上をこうモーターを引っ張ってごめんなさい、レールタンパク質を引っ張って動くなんです。でそしてもしで見たらマイコプラズマっていうのはくっついてスーッと動いてるから、これは2つ考えられて、1つはこれはマイコプラズマにもモータータンパク質があるんではないかと思ったんですね。でそれがもし分かったら、ピンポイントだけど大発見で、きっと拍手喝采になります。で2つ目の可能性は弁毛モーターでもモータータンパク質でもどっちでもないものすごいメカニズムがここにあるんではないかと思って、どっちにしてもこれはすごいなと思って、じゃあそれの研究をしようと思ったんです。でその時にこの今私たちがいつもお見せしているマイコプラズマモービレですよね。であれを単理したのがここに写ってる、レナーテ・ローゼンガルテンっていう先生で、この人いつも IOM にも来てますけど、その後にもともとこの人は大学院生の時にマイコプラズマモービルを単理されて、マイコプラズマモービルはこんなに素晴らしい生き物で、こんなに滑走運動を見るのは簡単ですよっていう、10個ぐらい論文書いてるんですけど、どれも大体現象の記載に終わってるような論文で、どれもいい、私はどの論文も好きですけどなんです。で彼女に私はそのマイコプラズマモービルをその時すでにもう9年間マイコプラズマカプリコルムやってましたから、マイコプラズマカプリコルムを、から分かれてですね、ついにその新しい材料に踏み出す時に、まだマイコプラズマかっていうのもありますけど、いいや、そのマイコプラズマモービルを自分の研究対象とするときに、もしその
私が考えた時にはちょっとまだ論文はしばらく出てませんで、このローゼンガルテン先生からも出てないし、誰からも論文は出てませんでしたけど、ひょっとしたら私の知らない大研究がどっかヨーロッパのどっかの国で行われてるとか、あるいは論文になってないけどなんかすでに誰かやってたらちょっとまずいなと思って、このローゼンガルテン先生に私やろうかなと思うんですけど誰もやってませんかねっていうふうにメールを送ったら、でこの人はちょうど新しい研究室をウィーン獣医大学にもらって、一人でしかいなくて、大きい研究所に所長として一人で来てですね、寂しかったんですね。だから、あんたが来てくれたらマイコプラズマモービレの秘密をいろいろ教えてあげるから遊びに来たらっていうふうに言われたので、その時に私は当時それも割と一般的でしたけど、大学の先生が助手になった先生が1年2年今では少なくなりましたけど1年2年なんか外国に、修行に行くのが割と一般的だったから、そしたらそれもみんなに宮田君いつ外国行くのとかっていつも言われてたから、これ外国っていうのは行かなあかんもんかいなと、結婚みたいなもんですね。してなかったらなんかすごく気になるけど、いいです。で、外国に、行かなあかんようにっていうふうにみんながすごく言うから、外国に行ってみなあかんのやと思っていて、で今から考えたらその当時の考えは今一つ浅はかやったような気もするけど、どんな行き先かもわからないんだけど、なんかしかもウィーンが研究のメッカというわけでもないので、なんですね、なんか外国という名前がついてるからなんか良さそうやなと思って、ほな私行きますわって言って4ヶ月遊びに行ったんです。でその時にモービルの研究を始めていろんな人にこれを始めましたって言ったらみんな褒めてくれるから、これならいけるかもなと思いました。それでですね、で1997年にウィーンに行って、で、それで結構研究は進んだんですけど、で今一つ言ってもマイコプラズマの先生方はみんな分子生物学をベースにしてられるので、そうじゃなくてやっぱりなんか生物物理学とか生化学でもっとダイレクトになんか分かるような研究をしなあかんなと思って、しかもやっぱりウィーンは楽しすぎるぞと私は思ってですね、ウィーンは素晴らしいところで人は優しいし食べ物は美味しいし、しかもご存知かもしれないけどウィーンっていう街はもともと世界の中心だったんだけど、第二次世界大戦以降に人口がすごい減ってるんです。だから何がいいかというと住宅事情がものすごくいいです。住宅事情がものすごくいいから割と安いお金でなんかものすごい中世の映画に出てくるようなかっこいいアパートが借りれてしまってですね、もう私はもう本当のこと言うともう一遍ウィーンに行ってあと何年でもウィーンにいたいと思ったんだけど、その時にやっぱり思ったのはそういうことをしてはいかんと思って、ここはその楽しいウィーンは捨ててもうちょっとなんか厳しいかっこいいところに行かなあかんなと思って、言ったらどっちも怒ると思うけど真逆のですね、このボストンエリアにあるハーバード大学のハワード・バーグっていうこの人はバクテリアのモーティリティとかあるいは最近ではATP 合成酵素とかでもですね一分子計測の、神様みたいに思われてる人で、しかも結構人は人間性はすごくいいんですけどものすごくはっきりものを言うからかなり怖いです。でしかも外国人であっても情け容赦ないっていうか、この世に英語がもたもたとしか喋れないやつがいるっていうことが理解できてないから、研究室はみんな外国人に対して情け容赦ない喋り方しかしないからものすごい困りました。いいです。それでそうですね、ここにいる人たちはみんな結構偉くなってるのでこの研究室は素晴らしいです。それでその時に思ったのはボストンっていうのはいつもねあんまりいい天気の日がなくっていつも暗くてどんよりとして冬は寒いんですよ。でしかもベトベトと湿ってるしね、私は思ったのはボストンの空は散っていった研究者の怨念でいつもよどんでる、いつもどんよりと曇ってるということを理解しました。でですね、で2000年ぐらいに研究はすごく後で言いますけど研究はすごい進みました。で、嬉しいことに2003年から、ご存知かと思いますけど文科省の科学技術振興機構の先駆け研究者に取り上げていただいて、でそれでまたさらにバシッと研究が進みました。でここにいる人たちがもうここにこれは私の時の、修了報告会のその前の日に
賞状をあげるっていうんでみんなで集まってくれてるんですけど、でここにいるその一緒の領域やった人たちみんなすごいから、この写真はなんかもう本当に拝みたくなるような写真なんですけど、でこの時になんかみんな、私が結構年長だったんですけど、なんか面白いことをその終了報告会になんかぜひやってくださいとかってみんなあんまり言うもんやから、なんか本当は全身をマイコプラズマで、マイコプラズマの大きい着ぐるみみたいなのを着てドリフみたいにして、そしたらさらにこうなんか紐かなんかでピューッと飛んでこようと思ったけど、ところが最後の終了報告会の前になったらいろいろ実験しなあかんことがいっぱいできて、とてもそれどころの気持ちじゃ